皆さんこんにちは。ブラックダイヤモンドのあおちゃんです。ヘアアレンジを紹介したいと思います。このアレンジはですね、こっちから飛んでください。フェイスメイクの一番最後の方で紹介しているので、よかったら見てください。このファイバーと地毛で今日はヘアアレンジをしていきたいと思います。編み込みしていきます。今日はこの可愛いシールを見せたいので、ずっと前髪を上げているスタイルでやりたいと思います。早送り。こっちの毛を巻き込まないように先に編み込みしない方の髪の毛は縛っておくとやりやすいと思います。まず編み込みの説明なんですけど、普通に三つ編みをするときに余っている毛を混ぜていくっていうスタイルですね。この外側になった方、例えば今だったらこっちを真ん中側にやってるんで、これをその毛に巻き込むみたいな。で、今度こっちをやったらこっちの外側を真ん中側にやってるんで、外側の髪の毛をこっちに巻き込むみたいな感じでやっていくと編み込みができます。シールめっちゃ見えてます。待って、自分の編み込み技術が上達して今涙ちょろりなんですけど、編み込みって簡単だけどできるとすごく可愛いヘアアレンジだと思うので、ぜひ習得して可愛くなってもらいたいです。こういう感じの髪の毛をやってもらいたいです。ちっちゃいゴムで縛ります。下の方から若干ずつだけ髪の毛を出してボリュームを出すと可愛い感じの編み込みができます。下の方からやっていくのがポイントです。結構適当で大丈夫です。上の方はほんとちょっと引っ張るだけで結構いい感じに崩れてくれるので、私と同じ刈り上げにしてくれたというコメント見ましたよ。コメント見てるぞ。実は半年ぐらい前から刈り上げをちょっとずつ伸ばしています。もう2年ぐらいも刈り上げをしたので、刈り上げを卒業するべく伸ばしています。こっちの方が刈り上げのところにエクステをちょっとしかつけられない分、ちょっと毛量が少ないので、私の場合はちょっとだけこっちの方が引っ張り目に毛束を膨らませるように割っていきます。はい、できましたはい、次2つ目いきまーす。ここにミッキーみたいに大きいお団子を作りたいと思います。オープニングでつけていたファイバーも使ってみたいと思います。早送り。さっきと同じように最初にやらない方の髪の毛は縛っておくと、結構下を向いて髪の毛をまとめる子多いと思うんですけど、そしたら普通のこうなった状態の時に下向いてた分ここがたるんでしまうので、下向いた時にここがキュッて余計締まってたるまなくなるので、たるんじゃうっていう人は上向いてやった方がおすすめです。ややこしいよ。はい、これを三つ編みしていきます。編み込み同様広げていきます。ここ多分縛らない方が広げやすいかもしれないです。持った方が。これ下に行くにつれてやっぱ巻いた時に外側に出るので、しっかり広げた方が可愛くできます。じゃけこの辺はあんまりどうでもいいです。下の方だけを重視した方が良いかと思います。そしておいはい、よいしょでけえ。はい、こっちもやっていきまーす。ツインテールはね、元気なイメージになれるからいいと思いますよ。私は個人的にポニーテールよりもお団子とかそういう2つくくりの方が好きです。こっち側が苦手なんですよね。ファイバーがどうしても扱いが大変っていう人は、これは全くもうドライヤーとか水に濡れて
ももうめちゃくちゃ絡まるし、180度まで熱をやっていい人工もすごい安い1500円ぐらいのもあるので、そっちの方が多分扱いやすいと思います。今回そっちにしなかった理由は、ワッフルみたいな毛になっていないので、ストレートなのでボリュームを私は重視しているので、ボリュームを出したいって方は絡まるリスクを負ってでもこっちの方がいいと思います。てかなんならこれお団子にしなくてもここで縛ってこの状態でも絶対可愛いと思います。2色混ぜてやっても絶対可愛いと思います。何回も使いたいって人は特にお団子の髪型はおすすめだと思います。恋バーを長持ちさせたい人はこういう三つ編みとか結構持ちがいいと思います。ちっちゃいクリップみたいなやつを使います。よいしょ。これ挟むだけで可愛くなるんですごいおすすめです。ヘアアレンジではアメピンとかたくさん使うので、100均でも最近いいアメピンあるのでピンは買っとくといいと思います。できました、パンダちゃんヘア。それでは次の髪型へチェンジ。はぁ、次いきます。ダウンセットをやります。巻き髪をします。早送り。まず髪の毛を巻くとき、アイロンするときもそうなんですけど、絶対にブラシで溶かすのを忘れないでください。ダマになっていて、巻いてる途中とかアイロンしてる途中で絡まったりするとすごく髪の毛が傷んでしまうので、これは 32mm のコテです。180度に温めてあります。うわ、また煙が巻いていきまーす。ガッチガチの感じにしたくなかったので、今日は結構毛束を多めに取って、で縦巻きじゃなくて平巻きしていきます。顔周りは絶対に私は外からやる派です。外からやる理由は内巻きだとガーリーになりすぎるっていうのと、顔周りが外巻きにしてちょっと広がっていた方が顔が小さく見えます。内巻きにするとロリっぽくなってしまうので、可愛く見せたい人には内巻きの方がいいかもしれないです。私はどっちかっていうと元気な感じに見せたいので、今日は全部外巻きにしていきます。フェスの不思議なお姉さんみたいな感じにしたいので、全部平の外巻きでこうやって取るのもポイントですね。すぐそのままパッて離してしまうとおしゃれな感じにならないので、こうねじって取っていった方が巻きがまず取れづらいのと、あとほぐした時に自然なウェーブになるので、そのまま縦に抜いてしまうと筋っぽくなってしまうので、私は毛先まで巻く派なんですけど、外国人っぽい感じの雰囲気にしたい人は毛先を巻かないでこう逃がしてあげると雰囲気が出せます。1、2、3ぐらいでは外すようにしています。あんまり起きすぎてしまうと良くないと思います。もう表面こう熱くなってきたら全然外しちゃって大丈夫だと思います。今日はざっくり巻きであんまりギャルギャルならないようにしているんですけど、ギャルっぽくちゃんとしっかりぐるぐるに巻きたい人はちゃんと上下でブロッキングしてやった方がくっきり跡がつきます。あと 25mm のコテでやった方がいいと思います。そしたら手ぐしでざっくりほぐします。こういう風にギザギザに取って表面をちょっと上目から巻き直します。ギザギザに取る理由は、一直線に取るよりラフな感じに負けてるとこと負けてないところができて、すごい自然なくせ毛っぽくできるので、一直線に取るよりギザギザに取った方がいい感じになります。あとは負けてないところをちょっと修正するぐらいで。よし、完成でーす。これでダウンセットは完成です。これが一番シンプルな感じですね。巻き髪5分ぐらいしかかからないので全然楽でいいと思います。束ねたり三つ編みとかが苦手な人はこっちの方がいいと思います。巻き髪だけだとシンプルになりやすいので、この羽をつけてちょっと派手さを足します。今日は前髪上げているのでいい感じ。妖精か？ちょっとヒッピーな感じになって可愛いと思いますね。羽はいいですよね。どんないい感じになりました。ここにこういう紐とかつけても可愛いと思います。羽をこういう風にしたいという、ピーターパンみたい。もっとヒッピーな感じになっていいと思います。皆さんヘアアレンジいかがでしたか？今日は結構簡単なものばかりを紹介したので、皆さんにも真似してもらいやすいと思います。今年からブラックダイヤモンドの選抜メンバー5人で、新しいプロジェクトをやっております。その名もブラックダイヤモンド from 2000
クト、コンセプトはですね、2000年から、現代にタイムスリップしてきたギャルたちと、現代ギャル役の私が出会って、ギャルを増やしていくという感じのストーリーになっております。6月6日に一応歌も配信予定になっておりますので、皆さんダウンロードしてください。私がメインボーカルを務めております。配信先の URL などは概要欄に貼っておくので、よかったらそこから飛んでください。ガングロツアーズというのは、私たちがお客様にメイクをして渋谷の街を探検できるという素晴らしいプランになっております。昼間の、予約が一番多いので、1時とか2時とかから、夕方の6時ぐらいまでが一応コースになっていて、最後にご飯を食べたり、プリクラを取りに行ったり、109でお買い物ができたり、お散歩できます。よかったら予約してください。そして私も参加している YouTube チャンネルがなんと開設されております。ブラックダイヤモンドで検索してください。いろんなドッキリから早食いとかそういうちょっとおふざけ系からちょっとイエーンみたいなものまであります。よかったら見てみてください。私は Twitter もインスタも、あと最近では17ライブもやっております。17ライブは毎日2時間ぐらい配信していて、メイクもやったり、歌を歌ったり、パラパラをしたり、いろんなことが満載でございます。よかったら見に来てください。Twitter もインスタもAOCHANP 青ちゃんぺで検索してください。で、他にもたくさんメイクを出しているので、よかったら見てみてください。チャンネル登録もよろしくね。ありがとうございました。またねー。パッソ